どうもトムです。ということで今回はニューバランスのバッテ高校レビュー。他の大手 YouTuber さん、大谷さんの話題になった時だけ動画上がるのが早すぎる。そんなことされると厳しいって。僕はわざわざね、仕事の手を止めてまでアクセス集中したニューバランスのねサイトに行って、これ無理そうだなと思って違う店舗で買いました。そしてね、僕何が偉いってね、ここで買えたよっていう投稿しましたからね。優しいでしょ。僕はもうね、優しさで勝負していきます。ということでね、このニューバランスなんですけど、正直ね、僕の読みでは転売ヤーさんが群がるんじゃないかなと思っていて、あらかじめね、ネットで他にね、どこで買えるかっていうのをチェックしていまして、そしたらやっぱり予想通りね、公式サイトだとアクセス集中になって買えなかったんですけど、こちら僕はですね、ベースマンの EC サイトで買うことができました。で、現段階だと大谷さんからはね、やっぱり人気なので売り切れ続出なんですけど、他の白金と黒金はまだね、残ってそうだったので、結構ね、多めに在庫用意してたっぽいんですよね。一応すでにですね、メルカリだともう2万円でとか売ってるんですけど、おそらくね、この感じだとまたね、入荷するんじゃないかなと思いますので、そういうね、転売価格で買うのはちょっとね、ストップした方がいいんじゃないかなと思います。そしてですね、黒とかはメルカリでですね、1万2000円とかで出てるんですけど、おそらくこれ売れないですね。だって普通のお店で買えるんだもん。本当にね、お店とかネットショップでも在庫普通に残ってるので、ぜひそちらで買ってください。これはね、転売ヤー涙目ですよ。で、一応ね、現段階でネットショップね、どこで売ってたかっていうのをちょっとね、調べたんで少し共有します。さすが大手のアルペンさん、ベースマンさん、ストンドインさん、こちらの3店舗では EC サイトでね、売ってるのを確認しましたので、もしもね、今後争奪戦が生まれそうな商品が出るっていう時は、ここら辺のね、お店を優先的にチェックするのがいいんじゃないかなと僕は思います。で、さらにね、ちょっと補足なんですけど、今日ですね、発売から日にちが少し経ったんですけど、まだですね、大手の楽天とか Yahoo ショッピングでは売ってるのを見かけないんですよ。だからそっちのサイトで探すよりかは、さっきのね、ベースマンさんとかスタンドインさんとかの個人の EC サイトをチェックするのがいいんじゃないかなと思います。もしくは僕はできなかったんですけど、店舗のね、店頭で買いに行くっていうのが一つの手かなと思います。ということでね、前置きダラダラ喋ったところで、こちらニューバランス開封していきましょう。他の方たちはね、もうすでにね、しっかりレビューされていたので、僕はね、海外メーカーが好きなので、そういうところでちょっと比較していきたいなと思いますよ。高校レビューなんで。ニューバランスのバッティンググローブ、少し香ばしいんじゃないかなとは思ってたんですけど、意外と良さそうですね。こちらマジックテープが、これね、こっち側なんですよ。すごい違和感ありますね、やっぱり。他の人もね、みんな言ってましたけど、僕も言いますよ。テープがこっち側なんですよ。でも本当にちょっとね、違和感あります、これ。こうつけたい感じがしますね、やっぱり。ということで、こちらがニューバランスのバッティンググローブ、ロイヤルカラーの M サイズです。ちなみにちょっと先に余談なんですけど、スパイクとかだとね、大谷さんモデルみたいな感じで名前が書いてあるんですけど、バッティンググローブにね、大谷さんの名前ないんですよ。だから実は僕はですね、これは大谷さんモデルのバッティンググローブというよりかは、ニューバランスのバッティンググローブと思ってレビューします。いやー、でも悔しいけどちょっとかっこいいですね。何やらですね、アディダス系に似てるという噂をね、ちょっとちらほら聞いてるんですけど、ちょっとね、僕はアディダスつけたことないからわからんですね。で、サイズ感なんですけど、普通、例えば海外メーカーだとちょっとね大きめだったりするんですけど、中間ぐらいかな。手のひらは結構ねいい感じにゆったりなんだけど、指の方が少しねぴっちりな感じがする。後で話すんですけど、多分ねここら辺の素材がちょっとね締め付けてる感じがしますね。全体的にここら辺がぴっちりめな感じがする。僕ね親指短いタイプなんですけど、親指は結構ね短い僕からしてもぴっちりですね。長さがちょうどいい感じです。もしかすると親指が普通の長さっていう人は少し短く感じるかもしれないですね。で、逆に僕小指そんな短い印象ないんですけど、こんぐらい余ってます。こんぐらい見える。ここら辺がね潰せるぐらいにはちょっと小指が長い印象ですね。海外メーカーもね結構小指長いの多いんですけど、この採寸的にはもしかすると海外メーカーチックなところがあるのかもしれないですね。でも作ってるのはニューバランスジャパンなんですけどね。次ちょっと手のひらなんですけど、手のひらでですねちょっと面白いのが、この中指から小指にかけてが素材違うんですよ。ここだけエンボス加工になっていて、何やらこちらがですね高いグリップ力を実現するためにシープレザーになっています。そして逆にここのね他のところはカブレッタレザーなんですよ。僕の動画を見てる人はもしかするとねカブレッタレザーはおなじみだったりすると思うんですけど、ブルース・ボルトとかねジャックスバッティンググローブとかで質のいいバッティンググローブでよく使われている素材がカブレッタレザーで、それがねここら辺全体に使われています。触り心地もやっぱりねカブレッタレザーらしくね軽量で滑らか、すごい気持ちいいですね。カブレッタレザーはねよくゴルフとかでも使われている素材になります。続いて手の甲側なんですけど、いいっすねニューバランス。ちょっとね先にこちらここの親指の部分がまた別の素材になっていて、説明の文章をそのまま読むと、パワーのかかる指部分には異素材レザーを採用って書いてあります。異素材って何その異素材の内容を知りたいんだけどね。しかもなんかねこの
ここら辺はまだわかるんだよね。ちょっとねどっちかっていうと手のひらと似てるような感じなんだけど、ここのね白い部分がなんじゃこれみたいな、ちょっと絶対伝わらないんだけど、これはねちょっと店で触ってみたり実際に買ってみて確かめてほしいんだけど、ここが一番いい素材。多分ねここがどうだからといって特にね何が変わるとかはないんだけど、ここがとっても不思議な感じで、先ほども言ったんですけどここがねシリコンになってるんですよね、指が。なのでなんかここら辺がね不思議となんかフィット感があるんですよね。ギュッとされてる感じがあって、で実際説明文でも指部分に配置したシリコンパーツはぴったりとしたフィット感を提供しますということなんで、その言葉通りなんかねやっぱ指だけがちょっとねぴっちりめな印象で、手のひらはかぶれったレザーでゆったり気持ちいい感じっていう印象ですね。なんでこうやってグッパーグッパーすると手のねグッっていう感じが、力がいる感じがありますね。そして一応ねここも逆っていう風にさっき言ったんですけど、これも説明読ませていただくと、手首に抜群のフィット感とホールド感を実現するために逆巻き仕様のストラップを採用、リストバンド部分には吸汗速乾素材を使用していますということなので、やっぱねこの逆巻き仕様のバッティンググローブ他で使ったことがないのでちょっとね不思議な感じがしますね。ちょっとバット握ってみましょう。ねカムレッタレザーがいいよ。やっぱねカムレッタレザーってあんまり滑らないですね。滑らかですごい質がいい感じなんですけど、こうやってやってもそこまで滑る感じがしない。だから人によってはそのスプレーとか使いたくない人いると思うんですけど、スプレーなしでもね十分滑らない。握り心地はかなりいいですね。これはね思ったよりねニューバランスいいバッティンググローブ出したかもしれないですね。しかもね僕色合い的にこういうバッティンググローブ持ってなかったのでかなりさっぱりしてていいですね。でもねやっぱりねこの小指の長さがすげえ気になるな。ほんとめちゃくちゃ余るんですよ。見える？めっちゃ畳めるのよ小指が短い人にはちょっと要注意かもしれないね。ちなみにこのねマークあたりはストレッチ素材になっています。とはいえねなんかそこまでストレッチ素材の伸びるっていう感じはしないですね。そしてですねこちらお値段が8800円ですね、税込み。バッテ市場ではやっぱりね高い部類ですよね。ジョーダンクラスといったところでしょうか。とはいえですね一応使ってる革としてさっきねカブレッタレザーと言った通り普通にねいい素材を使っているので、値段的にぼちぼち相応っていったところではあると思いますね。一応ねネットショップでいろいろ探してはみたんですけど、やっぱり発売したてっていうところでねさすがにまだ定価の金額でしか売ってないですね。楽天とかに出てくるとねおそらくクーポンとか使えるお店とかもあるので、まだ買わなくてもいいかって思ってる人はそんな感じでね楽天で出てくるのを待つのがいいんじゃないかなと思います。ということでお聞きします。打つぜ。いや本当にね全然滑らない。一応ねこのバット一回も滑り止めとかつけたことないんですけど全然触れる。滑らなさすぎてフォロースルーめっちゃ変になった。いいかもしれん正直ニューバランス舐めてました思った以上にバッティンググローブとして僕好きかもしれない。いいな。唯一気になるのが小指ですね。この長さどっちかっていうと指がねぴっちりめなので、そういうねなんかホールド感がある方が好きな人はいいかもしれない。これちょっとすごい感覚的な話なんですけど、いつもよりヘッドが落ちない。別に何もつけてないんだけどバットがそこまで滑らないから、わかんない、もしかするとこの逆巻きの作用なのかもわからないけど、なんかねいつもよりヘッドがね落ちない感じがある。手にバットがついてくるみたいな感じですね。伝わるかなこれすごい。はいということでちょっと打ってきました。想像以上に良かった。なんだろうね、もしかするとシリコン部分のおかげとこの逆巻きの部分で打つ時にねちょっとだけなんかクッてなるんですよ。その分でもしかするとヘッドがちょっと落ちなかったんかなと思います。そういう意味でもなんかね不思議とすごいいい感じのバッティンググローブだなって思いました。ニューバランスさんすいませんでした。本当に正直そこまでいいバッティンググローブにはならないだろうと思ってました。ちょっと高いんですけど僕結構おすすめできちゃうかもしれない
ないバッティンググローブですね。一つだけ、本当に一つだけ気になることがあるとすれば、なんか小指が長いとこだけなんですよ。本当にここだけが気になるんですけど、それ以外は普通にめちゃくちゃいいバッティンググローブでした。ここら辺もねやっぱりカブレットレザーで質感がいいなっていう感じがありますし、振った感じもねすごい良かったです。日本メーカーのバッティンググローブよりかはどちらかというと少しね海外っぽさもありつつ、ちょっとピッチリの感じが日本の良さも残しつつみたいな感じのバッティンググローブかなと思います。ということで以上ですね、ニューバランスのバッティンググローブ高校レビューでした。いつか僕も発売初日に買えるような人間になりたいです。僕はですね海外メーカー大好きですので、チャンネル登録高評価、他の海外メーカーの動画もたくさんありますので、もしよろしければ見に来てください。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。